これはすごいですね。全然傷が目立たなくなってるのがわかるかと思います。はい。磨いて消すの方もですね、多少は目立たなくなってるのがわかるかと思います。当初僕が予定していた検証はこれで終了なんですが、追加で試したいことが1点生まれたんで、はいどうも、黒ガレージです。今回の動画はこちら、コメリさんのクルザードから出ている傷を磨いて消す、傷を埋めて消す、こちらの2つの商品を検証しようと思います。検証に使用するのはこちら、仲間の愛車である DA17V エブリーちゃんですね。このボディを使って2つの商品、比較検証してみようと思います。傷消しといえば、ボディのクリアの面を薄く削ってあげることによって、表面についた傷を削り取ってあげるというものが一般的だったと思うんですが、こちらの埋めて消す、洗車傷や微細な傷をポリマー皮膜で削らずに埋めて消すことができる。果たして使用感がどうなのか、それをね、試してみたかったので、今回こちらの動画を撮ることにしました。今回使用するこちらのお車なんですが、パッと見は綺麗に見えるかと思いますが、手元にあるライトを点灯させると、細かな傷がついているのがわかるかと思います。ライトが消えた状態、ライトがついた状態で傷の違いが見ていただいてよくわかるかと思います。この下の部分も含めて、細かな傷がこのスライドドアの平面のボディ一面無数についておりますので、こういったところがね、どこまで綺麗になるのか、どこまで目立たなくすることができるのか、今回試してみようと思います。外は夕暮れ時、白母の時間なんて言ったりしますが、日が落ちてですね、少しずつ空が暗くなってきている時間です。こういったボディのね、検証をするときは、外から入ってくる光、これがね、ビフォーアフターでの見た目の影響が出るといけないので、もう少し待ってね、完全に日が落ちてからこちらの検証をしていこうと思います。今回使うこちらの2つの商品なんですが、裏面を見ると商品の詳細が記載されていたりします。まずこちら、この絵にある通りで、ダブルポリマー配合ウレタン系、アクリル系の皮膜を使用することによって、傷ついた塗装面を埋めて、さらにその上からツヤを与えることができるという。今までね、こういった商品、僕は使用したことがなくて、傷がついてしまったら磨き落とす、そういうようなね、ことしかしたことがないので、こちらの商品が果たしてどんな使い心地なのか、本当に傷が目立たなくなるのかっていうのも含めてね、検証していきたいと思います。対して、こちらの磨いて消す、研磨効果でくすんだ塗装面がツヤツヤにということで、実際にね、傷がついている面を研磨することによってピカピカにしますよっていう商品だったりもします。超硬質アルミナというのが、光学レンズの研磨等に使用されているものらしいですね。それが配合されていることによって、ボディを均一に綺麗に磨き切ってくれる商品らしいです。側面にね、それぞれ使用方法が書いてあるんですが、使用方法というのは大体同じようですね。僕が気になっているこちらの商品から開封していきます。開封すると、まずスポンジが見えます。柔らかいスポンジ面と少し硬いビート板のような2面が現れます。あと入っているものは、こちらのボトルが入ってるだけですね。対してこちら同じようにスポンジが同封されていて、こちらボトル1本入っているだけでした。内容物は本当にスポンジとボトルだけですね。そういうことなので、実際にマスキングでマーキングしてからですね、作業していってみようと思います。動画外で検証する環境をセッティングしました。だいたい均等の面積になるぐらいでマスキングテープを貼り付けて、左右から照明で塗装面を照らして同じように見えるようにっていう感じですね。こう見ると若干左側の方が面積広いかもしれませんが、まあそのあたりはご愛嬌ということで。一番比較で検証できそうなのがここかな。こんな感じで。ちょっと深めの線傷が入ってます。とはいえ、爪を立てるとそこまで深そうではないので、こういったところがどういうような形で傷が目立たなくなるのか、一つの見どころになるかなというふうに思います。映像で見ていただいてもわかる通り、右側の方が少し傷が多いイメージなので、どうせだったらね、画面右側埋めて消す、画面左側磨いて消すという形で試してみようと思います。これぐらいの量ずついきます。埋めて消すの方、施工してみました。この辺り見てもらうと、
比較的大きな傷はそのまま見えているような感じがします。どこまで目立たなくなるのかっていうのは拭き上げてみなきゃわかりませんね。ここの線傷の部分も現状拭き上げてみないとどこまで目立たなくなってるかっていうのは見えない感じですかね。表面が乾燥してきたら乾いたウエスで拭き取って完了ということなので、もう少し待ってね、拭き上げをしてその様子をまた皆様にお伝えしようと思います。表面がある程度乾燥してきましたので、1度目の拭き上げをしてしまおうと思います。説明書を読んだら傷消しの効果が不十分だった場合は同じ手順を2回から3回繰り返してくださいとなっていましたので、一度拭き上げてね、その様子をお見せした後、もう2回3回と同じ工程を繰り返していこうと思います。まずは拭き上げます。拭き上げが終わりました。ここを見てください。ここの線傷、隣と比べて目立たなくなってるのがわかりますか？この辺りにあった傷も先ほどよりも目立たなくなってます。深い傷に関しては未だに目につくような状況はありますが、この辺りの細かい傷が見えにくくなっていることを考えると、実際にね、埋めて消す効果はあったんじゃないかなというふうに思います。これまだ1回の施工なので、あと2回同様の施工をしてみて、どういったね、結果が現れるか皆様にご紹介しようと思います。これはすごいですね。表面を削ることなく傷が目立たなくなるんであれば、これはいいっすね。あれから2回施工しました。全然傷が目立たなくなってるのがわかるかと思います。ちょっとね、近づいてお見せしようと思います。こんな感じの傷の様子ですが、この距離で見ると、特にこの辺りは傷があったのがわかるかと思いますが、さっきよりね、全然目立たなくなってるのがわかるかと思います。この辺りの線傷もそうですね。これから少しカメラを離すと、だいぶ傷が目立たなくなるの分かりますよね。でね、この辺り拭き上げる時に僕失敗しちゃったんですけど、いつもの癖でね、はーっと息を吹きかけて水分で曇らせてしまって拭いたところ、少しムラができてしまってます。こんなところは余ってる薬剤でね、軽く塗り込んであげて拭き上げてあげればムラがなくなりました。3回施工してこれだけの状態になったので、何度もねボディを削り込んで塗装面が薄くなってしまうようであれば、磨きをかけるのはたまにということにしてですね、普段は傷を埋めてボディメンテナンスするのもいいんじゃないですかね。なかなか秀逸な商品かもしれません。続いてこちら側、磨いて消すの方を施工しようと思うんですが、取扱説明書を見たらね、これは何度も施工するようなものじゃなさそうです。磨いた後にですね、ワックスなどでコーティングしてくださいっていうことだったので、基本的には考え方としては優秀なコンパウンドで塗装面を磨くっていうことになるんだと思います。一発勝負、あんまり深く削りすぎないように優しくね、研磨してどれだけ綺麗になるか試してみようと思います。同じように2滴滴下しました。施工が終わりました。ちょっと引いた画角で見て皆さんどうでしょう？ちょっと近づいて映像を見せてみますね。こんな感じの施工面です。思いっきりね、傷を消すために追い込んでったっていうわけではないので、それは当然だよねっていう形ですが、隣と比較しても埋めて消すの方が全然綺麗になってるっていうのがね、パッと見でわかるかと思います。ただ、磨いて消すっていう形のね、製品なので、さすがというところではあるんですが、もともとこのボディ、結構ね、水垢も最初からついてました。そういったものが研磨することによって、落ちたなっていうのは、このボディ面を見て、肉眼ではね、わかるところではあったりします。とはいえ、これだけ傷の消え具合を見ると、埋めて消すのね、方の薬剤が秀逸だっていうことがよくわかるかと思います。ここのね、マスキングの下に隠れた、この横の線傷、剥がしてみてどうなってるかちょっと試しに見てみようと思います。はい。ということで、こんな感じなんですが、磨いて消すの方もですね、多少は目立たなくなってるのがわかるかと思います。それと比べてこの埋めて消すの方、ここからずっと線傷が続いてたかと思いますが、それがね、目立たなくなってるのがわかるかと思います。これはすごいですね。ということで、当初僕が予定していた検証はこれで終了なんですが、追加で試したいことが1点生まれたんで、ちょっとやってみようと思います。この検証、画面右側、一切ボディ面を磨くことなく、上からね、コーティングというか、傷を埋めた上で、皮膜を作って、傷を目立たなくするっていう形。一方、画面左側は、磨いて消すということで、ボディ面をね、一皮剥くような形で、研磨して、ボディが仕上がってるっていうような状態になってます。それであれば、先ほど伝えた通り、水垢汚れなん
なんかもある程度リセットされてるこちらのボディ面に埋めて消す。これを施工したら一体どうなるんだと。よいしょ。反射して見えにくくなってますね。はい。もっと反射して見えにくくなってね。よいしょ。どうしたらいい？はい。埋めて消すを施工したら一体どうなるんだっていうのをね、ちょっと試してみたいなというふうに思ったんで、画面左側、こちらにですね、右側で施工した埋めて消すを施工してみたいというふうに思います。一度施工が終わりました。これをね、右側と同じように、あと2回繰り返して、3回施工した状態を皆様にご覧入れようと思います。3回の施工が終わりました。この画角の映像から見てわかるでしょうか？ものすごくね、素晴らしい結果が出ました。ちょっと見ていただきましょう。まずはね、2つの左右の塗装目、こうやって見ていただいてわかるでしょうか？画面左側ね、磨いて消すを1回施工した後に埋めて消すを3回施工したこちらの塗装目、埋めて消すだけを3回施工した塗装目。特に特筆するのがこの下にあった線傷です。磨いて消すだけではほとんどね、傷を消すことはできなかったんですが、一度磨いて消すで表面を整えた後に埋めて消すを施工したことによって全く見えなくなりました。両方施工したこちら、本当に何も肉眼でもカメラでも全く見えなくなりました。これすごいっすね。以前紹介した水垢落としの映像の時もそうだったんですけど、コメリのクルザード商品、2パターンの商品がラインナップにある時っていうのは、その2つを同時に施工するとめちゃめちゃ効果があるんだろうなっていうのをね、なんとなく実感してます。これはすごい結果が出ましたね。今回もですね、コメリ商品の検証ということで、コメリのクルザードから出ている傷を埋めて消す、傷を磨いて消す、こちらの2つの商品を検証してみる動画を撮影してみました。実際にね、磨いて消すを施工した後に埋めて消すを施工する。それでね、ここまで傷が目立たなくなる、見えなくなるっていう状況になるとはね、正直思ってもみませんでした。さらに言うならば、埋めて消すがここまでね、優秀な成果を発揮するとは個人的には全く思っていなかったので、とってもね、お勉強になりました。実際に使ってみた使い心地っていうところなんですが、埋めて消すこちらの方はですね、ノーコンパウンドっていうことで謳われている通り、塗り伸ばす時も拭き上げる時も拭き心地、塗り伸ばし心地っていうのはぬるぬるつるつるという感じでですね、とっても施工がしやすかったです。こちらは完全に乾いてから、こちらが乾く前にっていうところで拭き上げるね時の条件の差っていうのもあったのかもしれないですけど、特に拭き上げはですね、この埋めて消す、例えるならば平成の頃、昭和の初期とかですね、みんながこぞって使っていた半練りタイプのボディのねワックス、そんなね感触で拭き上げることができました。こちらの磨いて消すの方はコンパウンド入りの研磨剤ですので、磨いている時もザラザラとするような感触だったり、完全にね乾く前に拭き上げてくださいっていう指示だったので、拭き上げが重いようなそんな印象がありました。全くね性質の違う薬剤ではあれど、そういったね施工のしやすさっていうところがだいぶ違ったのも興味深かったりもしました。ということでですね、今回はコメリのクルザード商品紹介してみました。まだまだねコメリの商品で試してみたいもの、動画にしていないものたくさんありますので、気になる方はですねチャンネル登録と動画の評価でございます。ぜひともよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただいた視聴者の皆様、本当にありがとうございました。翌日の朝でございます。昨日はね、もう完全に日が落ちた後の光が一定の状態で照らされたボディ面を磨いてみて、その様子をご覧いただきましたが、どうせだったら自然光の中でのボディの変化と、実際に水をかけて撥水がどうなのか、それもね、皆様にお届けしようと思ってカメラを回しております。若干水滴がついてしまっていますが、ボディ面はどうなっているでしょうか。この辺りが傷があったのがなんとなく見えるかと思います。とはいえ、サイドの線傷ありますね。ここに線傷の始まりがあるのはなんとなく見えますが、そこから後ろの線傷本当に目立たなくなってるのがわかるかと思います。撮影の後ね、このラインから下は全部一度研磨をかけて、その上からさらに埋めて消すの施工を2回ほどしております。なので全体にね傷が目立たなくなってるのがわかるかと思います。ということで、こちら以前紹介したクルザードのシャワーノズルですね。これでですね、実際に水をかけて撥水の違いがどう違うか、フロントドアとリアスライドドアで見比べれば分かりやすいかと思いますんで、実際に水をかけてみようと思います。
先日の検証する前、ボディを一度水洗いをして、その上から撥水コーティングはかけてあります。なので、撥水コーティングがかかっている状態ではあるので、しっかりと水弾きをしておりますが、フロントドアの撥水の様子はこんな感じ。はい。そしてですね、昨日施工をしたリアドアの撥水の様子はこんな感じということで、どうですかね、皆さん違いなんとなくわかりますか？撥水に差があるとかそういう話ではなくて、おそらくね、磨いて消すを一度施工して、水垢やら何やらがついたボディ、これがですね、一度リセットされた上にコーティングで撥水がされているっていう、そういう状態になるので、下地の差がですね、水の流れ方の差に繋がってるような感じがしますね。撥水に関してはね、吹き上げの時に、さっとスプレーしてね、吹き上げるような簡易コーティングはしてある状態なので、撥水の内容は違えど、そんなに撥水力に差があるようには感じないですね。せっかくだからということでね、自然光の中での施工面の見え方の違いと撥水についてお届けしてみましたという感じですね。